大阪・関西万博、その最新情報を今日は中継でお伝えします。北本さん。はい、東神楽町出身の方がデザインを手掛けました。今違った映像が出てしまいましたね。大変失礼いたしました。東神楽町の方がデザインを手掛けました大屋根リング、そこにはエレベーターやエスカレーターで登ることができます。その上を散策している方の姿というのも多いですね。今下りのエスカレーターがいっぱいになってますね。で降りた先、今私がいるのが海外パビリオンが立ち並んでいるエリアです。昨日は日本人の方が多かったんですけれども、今日は海外の方が7割ぐらいかなという感じですね。海外の方の例えば香水の匂いだったり、そういったものもこの辺りに漂っているような感じです。でこの海外パビリオンというのは建物の見た目もまた面白いんです。例えば一番奥がポルトガルなんですが、これ壁の代わりにロープが吊るされているような作りなんですね。隈研吾さんがデザインをしたということなんです。そして手前側、こちらはコロンビアの建物、四角い氷が重なっているように見える半透明の四角が壁を作っているというところなんですね。そしてもう一つ行きましょう。私の後ろ、こちらがスイスです。スイスは奥に建物があるんですが、その手前側に1、2、3、4、5と5つ球体が出ております。でここで様々な展示があるんですが、スイスと言いますとアルプスの少女ハイジをイメージされる方もひょっとしたらいるかもしれませんが、まさにそのハイジの世界観がこの中で表現されているということで、カフェではハイジをモチーフにした料理が楽しめるということで、おそらく球体の半透明になっている一番上のところがカフェかと思うんですが、そこも大変人気となっています。で実はこの会場内はコンビニエンスストアなどもあるんですね。しかも普通の街中と同じ価格で商品を買うことができるんです。さらにフードコートなどもあるんですが、やっぱり例えばこういったスイスだったりいろんな国のそれぞれのパビリオンで食べられるご当地ご飯というものを皆さん目当てにされているそうで、今ここのスイス館の前にも行列ができておりますね。こんにちは、お邪魔しています。ハローハロー、ありがとうございます。ハローWhere are you from? Russia. 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 ルシア、ありがとうございます。ロシアからということですね。大変リスニング能力がダメでございます。ありがとうございます。赤い服がお似合いでございます。あ、そうだ、白井さん。はい。この建物、オーストリアの建物なんですが、前に螺旋状にせり出しているこちらのモニュメント、あるものをモチーフに作られているんですが、一体何かイメージ湧きますでしょうかね。オーストラリア。なんでしょう。オーストリアです。オーストリア。なんでしょオーストリアといえば首都はウィーンですね。ウィーンといえばう。楽器。なんか音楽の楽器、音楽といえば音楽といえば音楽といえば。音楽といえば音符が見えてきたといえば、音符がこのモチーフは何かというと、もう正解を教えてもらえませんか。譜面が出てるっていうこと。そうなんです。モチーフをモチーフにして、それがくるくる結ぶ前のリボン状みたいな感じでガーンと前に飛び出しているんですけれども、これがですね、また夜ライトアップされると美しいんですね。でこの中では音楽の未来というテーマにしているそうで、例えば AI と来場したお客さんが一緒になって音楽を作り出すという、そういった体験ができるということなんですね。今ちょっと日が陰ってまいりました大阪・関西万博の会場、今日は日差しがずっと出て穏やかな天気でしたので、皆さん歩く方も外をゆったりと歩いているような感じですね。奥に行きますと中国だったりイタリア、ブラジルのパビリオンが続いてまいります。さて昨日開幕いたしました大阪・関西万博、北海道の方は来ているのかなというところも我々どさんこワイド徹底的に調査をしてまいりました。VTR9 分ほどご覧いただきます。ゲートが開いてわずか数分、多くの方が会場の中に入ってきています。そして皆さんが目指す先にありますのが今回の大阪・関西万博のシンボル、北海道出身どさんこ建築家藤本壮介さんが作った大屋根リングです。皆さんこの大きさ、高さに圧倒されてわーっと声を出す方の姿もあります。開場するとお客さんが続々と入ってまいりました。お目当てのパビリオンに走っていくお客さんもいらっしゃいましたし、皆さんよくご覧ください。ミャクミャクグッズを持っているお客さんの姿もあるんですね。首に輪っかを巻いている人の姿もありました。そして
なんと札幌からいらっしゃったというお客さんも。8時にはここに着いて8時に着いて、ゲートが開いてから中に入るまではそんなに。15分ぐらいかかってここまで来たって感じです。そう、この行列の感じは想定内想定外。ちょっと想定ないですね。ちょっと覚悟はしてます。なるほどなるほどなるほど。これからいろいろ見て回るということだったんですけれども、何をお目当てにいらっしゃったのでしょうか。こういうもの見たいとか、なんかこういう何にもなんかよくわからないまま来てる。でも食と未来みたいなところは興味あるなって思う。なんか食べたいものとかは。食べたいもの、でも外国のそれぞれのなんか国のその国のレストランじゃないですけど、そういう食べ物とかは面白そうだな。なるほどなるほど。とりあえずシンボルの大屋根リングに登ってみることに。すごい奥まで運ぶる。すごいね。奥まで見て。すごいです。お会いしたい早く。見晴らしに感動されておりました。でこの後ドイツ館に2時間ほど並び、ビールとドイツ料理を堪能できたということでした。取材をしていますと、お客さんの中には行列覚悟、行列は想定内ですという方も多くいらっしゃいました。こちらの人気パビリオンではこんな様子も見られました。予約なしでいいんですよね。予約なしです。板のとご案内できない状況ですので、他のところお越しください。開幕からわずか1時間ほどしか経っていないんですけれども、こちらアメリカ館の前には見る限りで300人以上の長い列ができてしまっています。こちらは予約不要のパビリオンだということで、これだけの列ができているものだと思われます。だいたい入るのに1時間半ほどかかるということなんですが、ただもう列が伸びすぎてしまっているため、これ以上ここには並べませんという案内が先ほどからされています。空いてるし、他の液晶見えたからいけるかなと思って来たんですけど、ダメでした。なんかこういうことは想定されてました？でも人は多いからきっと入れへんとかもあるんやろうなと思いながら。あれ、これなんだ。これは最後尾っていう札があそこにありますね。これごめんなさい、何の列で並んでらっしゃる？お土産屋さん。お土産屋さん。すごい、まだまだ先ですよ。お土産屋さんってまだもっと先にあるはずなんですけど、ここで50人ぐらいです。今ちょうどこの辺りで今100人となりました。今100人がここまでで並んでらっしゃいます。まだまだでも列は先まで続いてますね。もうちょっと行ってみましょう。まだ先ちょっと長いです。楽しいですか？楽しいです。盛り上がってます。今ここで200人となりました。最後尾から200人列が並んでおりますね。すごいですね。もうちょっと先まで続いています。今ですね、グッズ売り場が見えてきました。オフィシャルストアと書いてありますね。ここが入り口なんですが、でもあれですね、ここ入り口なんですけど、折り返してまだ向こうまで列が続いてるんですね。大変。大体ここまでで今数えますと250人ぐらいの列となっておりました。いやー、大変ですね。今どれぐらい並びましたか？何分ぐらい？20分ぐらい？20分ぐらい、はい、雨とか大丈夫でした？寒いです。寒いです。そうですか。でも笑ってらっしゃる。楽しいですか？楽しいです。そうなんです。お目当てはちなみに脈のぬいぐるみ。そうですか。皆さんはどんなお土産を買ったんでしょうか？これは何ですか？ミャクミャクとキティちゃんのコラボグッズなんですね。似合ってますね。これかなり大きなカバン、バッグで。これ見せてもらってもいいですか、カメラに。こんなのあるんだ。ミャクミャクバターせんべい。これ何ですか？ミカサ。北海道のちょっとここにつながりが。北海道十勝産の小豆を使っているミカサ、栗が入っているもの、ミャクミャクのイラストがやっぱりこれも大きいですね。ありがとうございます。あら、可愛い。これ何ですか？貯金箱やね。貯金箱。なんかそれだけじゃなくて、
パスタスナお家に飾ります種類が多いんですよね。このお店ではおよそ2000のお土産品が販売されているということですが、中にはこんなお土産も。漆のミャクミャクです。値段が165万円ということで、白井さんと福永さんと村雨さん1個ずついかがでしょうかというお話でございます。もうちょっと高い方がいいな。165万ですよ。でも昨日あれですね、440万円のミャクミャクの大きなグッズっていうのが売れたっていう情報もありまして、皆さんやっぱりこう記念に買って帰るっていう方も多いんでしょうね。今私はですね、こちらちょっとお子さんたちが遊べるスペースにやってきたんですが、ごめんなさい、30秒前までお子さんがたくさんここで遊んでたんですけど、今急に誰もいなくなりました。ちょうどあれなんですね、奥の方で噴水のイベントが行われてたので、おそらく皆さんそっちの方に行かれたのかと思います。福永さんに続いてちょっと2代目持ってない男、大変失礼いたしました。なんか自動的にこっちを滑らせるのやめてください。1代目になりました。福永さんいつもおっしゃってるから。そうそう。でここどういう空間かって言いますと、これボール状のちょっと遊具みたいなのがありまして、これちょっと柔らかい素材でできてるんですよね。わかりますかね。ぐにゃって曲がるんですよね。なのでちょっとお子さんがここでこうやって遊んだりすることができるんですが、これ何をモチーフにしているかってズバリわかりますか？何をモチーフにしてるこの？れお目目じゃなくて、お目目じゃない。お目目、そうなんです。公式グッズのミャクミャクですね。ミはいャクミャクの目をイメージしているということで、小脈と言われているそうですね。あまりピンときてないですね。楽しいですね。小脈がいっぱいいますから、ここにね。で街中の公園のように見えますけれども、周りを見てみますと、こちらはトルクメニスタンのパビリオンがあったりとか、本当にしかもいろんなお子さんが、いろんな国のお子さんがここで遊んでますんで、やっぱり万博っていうのは一つの空間に世界が凝縮されているなということを改めて感じます。10月13日までの184日間、184日間開催される大阪・関西万博からお伝えをいたしました。正直なところパビリオンの中で何が行われているのかって端的に説明しづらいものではあると思うんですけど、建物がユニークだなと思いますが、白井さんはいかがですか？いや、想像以上に賑わってますよね。あと建物やっぱり木材をたくさん使ってて素敵ですよね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今のところ一番人気あるのはミャクミャクじゃないかっていう感じがしますけどね。グッズもすごいですね。はい、中継でお伝えしました。